でかすぎる待って、いやー本当にでかい。はい、皆さんこんにちは。車の大自然カフカシュノッピーです。今回はね、なんで購入したかちょっとよくわからないだけども、パッと見で何これと思ってね買っちゃったもの、投射ランプ、車の雰囲気変わります、満天星という商品をちょっと実際にね買ったから、ちょっと取り付けていこうかなと思っています。でこれが実際の商品なんだけども、金額が2000円しないぐらいで、レーザー照射なのかな、天井とかをこういう星空っぽく映し出しますよと。なんで買ったんだろうね、わからん。生産国はおそらく中国だと思います。で中を開けてみると、こういった感じで、これがレーザー照射で、電源は USB で、説明書がついていて、ちっちゃいドライバー、これなんかビス止めするのかな、両面テープもついてます。こういった感じ。これね、商品ページ見た時にと思って、で中国語で書いてあることはさっぱり、とりあえず USB で動かせるみたいなので取り付けてみようと思います。はい、そしたら今回 BMW ミニに取り付けようと思います。でこのミニの天井がこういった感じで、真っ黒なので LED も映えるんじゃないのかなと思ってミニにね取り付けようと思いました。で一つね、もう早速問題が発生しました。電源です。先ほどお見せした今回取り付けようと思っている商品が、この USB なんですよ。でこのミニシガーソケットしかありません。最近の車だったら、USB ついてたりするんだけども、ちょっと前の車だからこれをちょっと変換するもの、シガーソケットで USB に変換するものが売ってたりするので、ちょっと今から借りてきます。無事なんとかね、シガーソケットの USB 変換持ってる人がいたので借りてきました。借りてきたんだけども、また問題発生。シガーソケットの USB 変換ちょっと貸してもらえますかと聞いたら、持ってるよと、ちょっと大きいけどそれでもよかったら貸してあげるよって言われたので、全然大丈夫ですって言って、僕がね想像してたのがこれぐらいの大きさで、大きいって言ってたから、分岐でまたこのシガーソケットが2個か3つぐらいついていて、その横に USB がポンポンってこうついてるような、ソケットを想像してたんだけども、まさかのまさか貸してくれたのがこちら。いやでかすぎるでしょ。確かにシガーソケットついてます。でこの後ろ、ここに USB の電源取る場所が、3箇所。いや確かに間違いじゃないんだけど、ちょっとでかいって、もうでかいの範疇超えてるって、久々にね声出して笑ったわ。もうソケットっていうか、もうセンターコンソールでかすぎ。何これなんか横開きするし、ドリンクホルダーついてるし、なんならこの前側にもこのシガーソケット2つと USB2 つで、ここにもシガーソケット、もうシガーソケット3口 USB が125口、こんなんいらん、こんなんじゃない、想像してたのは。けどせっかくお借りしたので、これを使って光り方、その辺をちょっと見ていこうと思います。そしたらつなげていくかね。いやー本当にでかい、無理だ。ちょっとシートの上だな、ここにしよう。そしたらまずねシガーソケットをつなぎます。電源ついてます。そしたらあとはこれをつなげればいいだけでしょ。ついた。見える？なんか弱くない？範囲が狭いような気がするけど、大丈夫？このコンソール、これがダメなんじゃない？ 5.1V だね。電流値が 0.08A。 これ自体は問題ない。なんか弱い気がするぞ。こんなもん。ちょっと天井に向けてみます。天井に向けるとこんな感じ。わかるかな？近くでやると、ちょっと範囲が狭まります。で距離を取ると広がっていくんだけども、どうだろう。いやもっとね激しいと思ってた、正直。ちょっと後ろからやってみようか。まだ明るいからっていうのもあんのかな。夜も試してみたいけど、まだ配線処理はしないでおこう。こういった感じ。この真ん中ら辺は結構光が点々となってるんだけども、奥の方、照らしてるは照らしてるか。もっと激しいのかと思った。ちょっとイメージと違うな。
ちょっとね、僕がイメージしてたのはこんな感じだと思ってたので、こういうのとかね、全然すごいまばらっていうか、もうこの点々の間隔も広いし、これまあ夜になると違うのかな、どうなんだろう。まあこういう距離でやれば範囲が狭まってこういう風になるんだよね。で距離を置くとどうしてももう点々が広がっていくし、こういう線にもなんない。これなんかコントローラーでやるのかな。僕買ったのはこの K7 っていうやつで、コントローラーついてなかったと。で K8 の方なのかもしれないんだけども、けどこれはまた昼と夜でちょっと全然違うのかもしれないので、夜ね再度どんな感じに光るのか見て、気に入るようだったら、まあ、そのままちょっと配線処理をする。いやちょっとなんか違うなと思ったら取り外します。そしたら夜にします。夜になったので、今から実際に先ほどの LED 照射します。せーの。あれ、なんか思ってたより良かったぞ。よいしょ。はい、こんな感じ。さっきより全然いいね。多分ね、この大粒のやつしか見えてなかったんじゃないかな。結構細かいのもあるね。けどなんかレーザーだからね、ちょっとつける場所を間違えると厄介だなこれ。前とか、あ、すごいね、レーザーポインターだ本当に。昼はないけど夜はね、いや悪くないかもしれない。面白い。取り付けはね、まあ下の方がいいだろうけど、まあ、目線に入るとかあるから後ろの方がいいかもしれないな。で、まあ、上の方にするとこの範囲が狭まるので、まあ、これはまあ自分でこの上下下にすればするほど面積が広がる。でまあこんな感じ。ちょっとルームランプつけてみようか。なんか分かりづらいね。これでどう？これもこれで分かりづらいか。まあ確かにね、星空満点って感じはするんだけども、レーザーだからどこまでも飛んでっちゃう。例えばこの正面にこれを向けると向こう側のシャッターとかまで行っちゃうので、これはもう取り付け位置をちょっとね考えるしかないかな。もの自体はねすごい面白いんだけど、例えばもう車外に向けるのはアウト。あと自分の目線に入ってくるところもアウト。対向車に向けちゃったらこんなんもう迷惑でしかないからね。なんかまあその辺も考えながら取り付け位置を考えていった方がいいかな。確かにちょっとねプラネタリウム感はある。この大きい LED と小さい LED がねちょっと暗いから分かりづらいと思うんだけど、まあ面白いですよ。ちょっと角度変えてみます。結構後ろ目から見た感じ。これでまあ照らす。こんな感じだね。この LED とのこの距離を離せば離すほど照射範囲が広がるので、そうだね、このちょうどいい位置っていうのを見つけないとダメかも。まあ、これで運転席乗った時に後ろを見て気になるかならないか。なんかこの辺のヘッドレスのところにも照射されてるのもこれはこれで面白いかもしれない。なんかねガラスが反射してちょっと見にくかったりするなこれ。ちょっと取り付け位置をもうちょっと考えないと使い物にならないかな。面白いんだけどね。ちょっと斜め後ろから見た感じも撮影しておきますと。まあ、下から見るとなんか綺麗だね。だけどレーザーっていうのが撮影がちょっと難しいけど、悪くないと思うけどまあこれはもう本当は好き嫌いあるね。好みだと思う。ちなみに明るくなるとどうなるのか、ちょっとシャッターを開けてみます。明るいともうポツポツ本当目立たない感じだね。まあ嫌いじゃないけどちょっとしつこいようだけど取り付け位置をもうちょっと考えないと買えないかな。まあとりあえずこんな感じの商品です。 OK 終わり。はい、といった感じで動画の方以上になります。で今回はレーザー投射のちょっと中国語だから読めないんですよね。満天空でいいのかな。まあ実際どんな感じで光るのかっていうところを見てみました。
で最初、ちょっと明るいところでやった時はなんじゃこりゃと思ってたのと違うじゃんと思ってたんだけど、夜になると本当にこの絵ぐらい結構ね細かくレーザーがこう映し出されて、思ってたより綺麗でした。で好き嫌いはまず置いといて、僕個人的には取り付ける場所がちょっと難しくて、今回ちょっと一旦諦めちゃったんだけど、レーザーだからもうどこまでも飛ぶんですよ。ちょっと後ろを向いた時とか、このガラスの反射とかで目がチカチカってなったりとか、例えばレーザーポインターとか目に当てないでくださいってよく小さい頃言われてたと思うんだけど、そういう意味で前方に行かないようにとか、自分のこの視界に入んないようにとか考えてたら、意外にね取り付けが面倒くさいなと思って諦めちゃいました。あと色がね、レーザーだからしょうがないのかな、赤、個人的には白の方が良かったかなと。レーザーの仕組みがよくわかんないんだけど、ヘッドライトでレーザーみたいの出てきてるから、できなくはないのかな。そこら辺はちょっとよくわからない。で付属されていたこのドライバー、ミニドライバーはこの角度を変えるためのこのビスのねドライバーでした。ちょっとねもう少しつける場所とかを考えて、難しいね、嫌いじゃないけどみたいなところ、本当に取り付け位置をもうちょっと探ってみて、いい位置に取り付けられれば取り付けたいなとは思っています。気になる方は是非購入してみてください。あとレーザーなのでくれぐれも他の方、対向車とかに迷惑にならないように取り付けを行ってくださいと。とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方は是非チャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。